こちら、暗号です。日本の最高裁判決へ、暗号資産同士の交換課税にも影響しうる見直しの火種が生まれました。円、ドル、ポンドの交換で課税。最高裁追認が暗号資産にも影響か。裁判官、課税のあり方を検討すべき時期。そこで今回は裁判の判決をもとに暗号資産同士の交換課税が見直されるかどうかを予想します。まずは裁判の争点を説明します。2014年5月、東京都在住の個人投資家の男性 A さんがスイスの B 銀行の本人口座に105億円を送金しました。持ってるね。同年7月、A さんは B 銀行に資産運用を一任しました。その後 B 銀行は約1年半の間、複数回にわたり外貨交換や有価証券の売買を行いました。日本円をドルに交換し、ドルを別の通貨やドル建ての有価証券に交換する取引です。A さんは日本円に戻していない取引は為替差益は実現していないと考えて、利益に含めずに確定申告をしました。しかし税務署はドルを別の外貨や有価証券に交換した時点でドルの値上がり益は実現しているとして、2018年 A さんに9億3000万円の申告漏れを指摘し、追徴課税処分を行いました。追徴額は推定4億円から5億円です。ドルを別の外貨に交換した時点でドルの値上がり益は実現しているとはどういうことかというと、例えば1ドルイコール100円の時に100万円を1万ドルに交換し、その後円安が進んで1ドルイコール150円になった時、1万ドルをユーロへ交換したとします。この時点で円は受け取っていませんが、手放した1万ドルの円換算価値は150万円なので、150万円引く100万円イコール50万円の為替差益が実現したとする考え方です。税務署の指摘に対し A さんは、円に戻していない間は外貨の値下がりリスクを常に負っているので利益は実現していないと主張、課税は違法だとして国を訴えました。A さんと国は裁判で争い、課税処分から最高裁判決まで約7年9ヶ月争いました。今回の裁判が扱ったのは外国通貨ですが、暗号資産同士の交換も同様の課税方式になっているため、暗号資産にも深く関係する問題です。例えば、日本円をビットコインに交換した後、ビットコインをイーサリアムに交換したら、その瞬間に課税対象になります。Web3 の世界では、ユーザーはトークンの交換を日常的に何度も行っているので、暗号資産同士の交換課税があるせいで、Web3 を使えば使うほど計算不可能なレベルで確定申告が地獄になり、それが普及の大きな妨げになっています。そのため今回の裁判の結末は暗号資産の未来にも影響を及ぼすと言えます。そして最高裁の判決はこれです。外貨同士の交換は課税対象。裁判官、課税のあり方を検討すべき時期。結局 A さんの敗訴で終わりましたが、注目は判決の時に出された3人の裁判官による補足意見です。その意見とは、そもそも為替差益の課税についての明文化された法律がなく、現行法を前提とした解釈論に過ぎないという指摘です。外貨建ての投資や国際取引が日常化している現在において、すべての所得を常に円換算で把握する制度のままでいいのかを含め、外貨建て取引の課税制度を改めて検討すべき時期だと指摘しました。さらに法律の根拠がないまま解釈論で課税することについて、租税法律主義の観点から望ましい状況とは考えられず、日本の租税政策が国際社会の信頼を損なう可能性があるとまで踏み込んだ指摘をしました。
租税法律主義は国民から税金を取るときは必ず法律に従わなければならないという原則のことです。つまり外貨建て取引を解釈論で課税している現在のやり方は租税法律主義に反しており、国際社会から信頼を損なうリスクがあるという指摘です。これは G7 の国における外貨同士の交換と暗号資産同士の交換の課税ルールを厳しい順にまとめたものです。一番厳しいのは日本で、外貨同士、暗号資産同士の両方とも課税、特例なしの問答無用で課税されます。次はカナダで、外貨同士の交換は年間利益200カナダドルを超えた分が課税されます。暗号資産同士の交換は特例なしで課税されます。次にアメリカも両方とも課税されますが、外貨同士の交換では事業や投資目的ではない個人の取引の場合、1取引の利益200ドル以下は非課税という少額免除の特例があります。1回200ドル以下の交換なら何回やっても非課税です。一方、暗号資産同士の交換には少額免除はなく、ビットコインで1杯のコーヒーを買っただけで確定申告が必要になるのはおかしいと議論になっています。次に、ドイツは外貨同士、暗号資産同士の両方とも保有期間が1年以内なら課税、1年以上なら非課税です。1年以内で交換したら最高税率 47.5%、1年以上保有したら 0% という雲泥の差。次に、イギリスは外貨同士の交換は、個人の外貨預金は非課税、暗号資産は特例なしで課税されます。次に、イタリアは外貨同士の交換は、外貨口座の合計残高が基準額を超えたら課税されます。そしてなんと、暗号資産同士の交換は、同じ性質の暗号資産は、課税繰り延べ。繰り延べは、課税のタイミングを後ろにずらすことです。例えば、ユーロをビットコインに交換し、ビットコインをイーサリアムに交換しても、その時点では課税されず、ユーロに戻した時に初めて課税されます。次に、フランスは外貨同士の交換は、個人の単発の為替差益は非課税。暗号資産同士の交換は、課税繰り延べです。フランスとイタリアが暗号資産同士の交換を課税繰り延べにしている主な理由は、交換のたびに税金を計算させると申告が極端に複雑になることと、現金を受け取っていないのに納税義務が発生してしまい、それが暗号資産の利益や産業の発展を阻害するからです。このように G7 では暗号資産同士の交換を課税する国が多いものの、フランスとイタリアのように一歩先を行く国もあります。今まで日本では国会議員が交換課税はやめるべきだと訴えても、財務省は現行法上交換した時点で利益が確定するため無理と拒否してきましたが、今回最高裁判事が法律がない、解釈論に過ぎない、見直すべき時期だと要求したことで、財務省は同じ理屈で拒否できなくなりました。最高裁判事から与えられたこの超巨大な大義名分と、主要国で課税繰り延べが採用されている事実を軸に見直し要求が広がり、非課税になるかどうかはさておき、外国通貨同士の課税見直し等に暗号資産同士の交換課税が見直される日が来ると予想します。いざ暗号資産同士の交換非課税爆上げ。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。